イデコをやるか迷ってるけど、先ニーサ満額でいいですかね。はい、ニーサ満額で入れます。いやー、イデコの解約は良くないと思うんですよね。ニーサの場合は解約されたとしても、税制変わりますっていうので、それまでに全部売っ払っちまえっていうのが可能なんですけど、イデコの場合って生活保護になるとか自己破産しますとかっていう限りは解約できないんですよ。なので、イデコのお金というのは国に人質として取られてる状態で、これがじゃあ退職金控除が受けられません。で、今では60から受け取れますよなんだけど、じゃあこれが70からじゃないと受け取れませんとかっていうのをやられる可能性があるんですよ。国がいくらでも自由に変えられるよねっていう風になると、それは怖いよねという風に思わせてしまうので、なので国は信用できないよねっていう風な実績を作っちゃったんですよね。で、これがイデコにじゃあそれだけ退職金3000万円以上だっていう金持ちだけの話だよねっていう風に、今の庶民は思ってると思うんですよ。でもこれが3000万円以上退職金がある庶民だけの問題でなくて、要するに国民に対して国はそういうことするよねという実績なので、そのうちじゃあ退職金が1000万円の退職金控除自体が3000万円から1000万円まで下がりますとか、そうするとじゃあ普通の庶民でもイデコ入れてる人が損しますとかっていうので、国が長期に財産形成することに関して人質として多く取りますっていう実績を作っちゃったんですよ。これが実績が作られるのは良くないよねじゃなくて、もうすでに作ってしまったよねっていう話だと思うので、なので多分もう、富裕層から富裕層に近い人は国は信用しなくなるんじゃないかなと思います。イデコ解約は悲しいけど、分割受け取りじゃダメな理由があるんですか？損しますからね、イデコで払ってる人が。エリクさん、独身税についてどう思いますか？なぜ社会的弱者からお金を取るんでしょう？少子化対策なのから余ってる税金を使って子供が生まれたらお金を配ればいいと僕は思います。お金を配るほどのお金がないという話なんですけど、独身税という言い方で独身から取るのが良くなくて、普通に消費税を取りますよ。で、お金を子供を持っている家庭にはその消費税を使いますよっていうだけで、独身からお金を取るってやらなくてもできるんですよ。同じようなことは。なので独身の人が不幸ですよ。不幸な人からお金バンバン取りますよみたいなやり方をしないでも実質的に同じことはできるのに、なんでそういうやり方をするんだろうと思います。なので、独身税というのではなく、子供を産んだ人、子供を産むと、日本人って大体生まれてから死ぬまでに、平均生涯賃金が2億3000万円大卒だと2億7000万円とか大体それぐらいなんですよ。で、2億円ぐらいの賃金もらうと、大体納税額でいくと4、5000万円ぐらい納税するんですよね。平均で。なので、1人産んだら大体4、5000万円分の納税額があって、2億円ぐらい GDP 増えるんですよ。税じゃなくてもそこで飯食ったりとか家賃払ったりっていうのお金が回るので、なので子供を産むというのをやってくれた方が、やらないとそもそも日本国というのが成立しないんで、日本という国が外国人が住んでもいいんだよねと考えるもあるんですけど、日本民族が維持する日本国というのを維持しようとすると、やっぱり日本人の子供を増やさなきゃいけないねってなるので、日本人の子供が生まれると、大体納税額としては5000万円ぐらい、GDP としては2億から2億8000万ぐらいまで払ってくれるので、なので子供を産ませた方が得だよねというのがあるので、子供を産んでくれる人を手当をどんどん増やしますっていう形でやればいいので、別に独身に対して税金をかけますっていうのはやらなくていいんじゃないかなと思います。10年ビザの件についてどう思いますか？日本人はここ中国による侵略行為に抗うすべってあるんでしょうか？賄賂が起こしすぎて選挙が意味をなさない状態なのでそのままです。今後、健康保険料の値上げや増税など日本人にとって不利なルールが増えていくのであれば、そのこと海外に準備しようにと考えてこいそうな気がしてきました。いやー、否定できないんですよね。今や外務大臣もお金をもらって、中国のカジノ企業で500っていう会社があるんですけど、今名前変わってビットマイニングみたいな名前だったんだっけ？ BIT マイニングか。で、その会社が賄賂配ったよって言ってる自民党の議員の中の一人に岩屋外務大臣が含まれていて、で、一応アメリカのDOJ、米国法務省米国商省か。で、それもやっぱりアメリカの方で訴追になっていて、カジノ企業が。で、そこの CEO が、岩井にお金あげたよって言ってるっていう状態で、今、岩谷外務大臣ってアメリカ入れないんですよ。入ったら多分逮捕されるからね。っていう状況でありながら、中国人の富裕層に対して10年ビザを出しますって。いやー、だからね、そうなんですか。中国企業からお金をもらっていて、中国人のお金持ちの人たちが、これやってほしいよねっていうことをやるんだ。さすがーっていう。いやー、だからね、本当にね、自民党すげえなっていう。秋元大臣だっけ？東京15区で出た人が一応100万円かなんかもらって、贈賄で失職してるんですけど、多分バレたのが100万で、100万ぼっちじゃないと思うんですよね。これは僕想像なんで全然違うかもしれないですけど、100万円をもらってしまって、この賄賂で100万円を渡しましたよって言われたら、自分の議員生命がなくなるわけじゃないですか。
なので、もらった金額としては多分もっとでかいと思うんですよ。例えばじゃあ僕が国会議員ですと。で、100万円もらって、例えばひげおやじさんっていう人が僕に100万円渡しました。で、そしたら、あいつに100万賄賂渡したよってひげおやじさんが言った時点で、僕は国会議員の職を失うんですよ。ってなると、100万円ポッチ受け取るのって損じゃないですか。国会議員で居続けるだけで毎年3000万以上もらえるわけだから。なので、そうすると3000万円以上失っても大丈夫なぐらいの額をもらってるはずなんですよ。たまたまバレたのが現金100万円だったんじゃないかという気が僕はしてるんですよ。これ想像ね。で、もちろん秋元さんの場合は逮捕されたんですけど、岩屋大臣は渡したと言ってるにもかかわらず逃げ切れてるんですよ。ってなると、やっぱりそれはもらえてるんちゃうんっていう、逃げ切れるんちゃうんってなるので、でも逃げ切ったとしても、結局外務大臣をいつでもクビにするというカードを中国の企業が持ってるんですよ。じゃあ岩屋さん僕の言う通りにしないんだったら、賄賂渡したっていう証拠を出しちゃいますよって言われたら、岩屋さんは、じゃあ俺クビになりたくないから言われた通りにしますってなっちゃうじゃないですか。だから、これがね、否定できないという状況でありながら外務大臣をやっていて、で、10年ビザを作りましたっていうので、相互の関係なら僕いいんですよ。中国も、じゃあ日本人向けの10年ビザを作りました。中国に対して日本が10年ビザを作りました。これはお互いにやってるよね。であれば、僕はこれはいいと思うんですよ。でも、なぜか中国の人が日本に来る10年ビザを出すけど、日本人が中国に行ける10年ビザはないんですよ。なんでこれ一方通行なの？両者でやって平等だよねならわかるんですけど、なんで一方通行なのっていう。だからね、そこがね、なぜなのかなっていうところが不思議なんですよね。で、さらにそのね、10年ビザで僕良くないなと思ってるのが、滞在義務がないんですよ。半年以上の滞在義務を作るのであれば、僕ある種賛成なんですよ。中国の富裕層が日本に来ました。で、半年以上の滞在義務があった場合は、日本に対して納税義務が発生するんですよ。例えばじゃあ、年収1億円以上の中国人の富裕層だけにビザを出します。半年以上の滞在義務がありますとなると、その1億円の収入を日本で納税しなきゃいけなくなるんですよ。なので中国人がじゃあ1億円分を納税すると、だいたい日本で5000万円以上払うことになるんですよ。なのでそうなると、5000万円以上を毎年払ってくれる中国人富裕層っていうのであれば、僕はそれは日本にとって得なので、滞在義務をつけるだったらありなんです。でも、ニュース見てる限り、滞在義務ないんですよ。10年間の間に出たり入ったりを何度してもいいですっていうビザなんで、そうすると半年以上日本にいないっていうことで、日本に納税をしないで、日本の治安のいいところとか、日本の情報とか、日本の滞在を大いに楽しんでください。でも日本に税金は1円も払わなくていいです。日本がじゃあなぜ治安がいいのかっていうと、それ日本人が税金を払って、警察の人たちに給料を払って、治安が良くて火事が起きないのも消防署にお金を払ってっていう、日本人がインフラにお金を払ってるから平和な日本が成立してるわけじゃないですか。で、それを中国の金持ちが税金払わないでご自由にお使いくださいっていう。富裕層でも、じゃあ消費税払うんじゃないかとかあるんですけど、秋葉原の免税店とかで外国人が買うと、消費税払わないで普通に物買い放題で中国に持っていけるんですよ。なので、外国人だから税金払うんだからいいじゃないかって言っても、いやいや、免税やっていう話もあったりするので、なので、それだったらやっぱ半年の滞在義務つけた方がいいんじゃねえのって思うんですけど、なんかあんまそういう話にならないんですよね。だからヒューディーパイとかも日本に住んでるんだから半年以上滞在してもらって税金払ってもらえば、確かヒューディーパイ年間10億円以上収入あるので、5億円以上日本に落ちるようになるんですよね。なので、そういう話に全然なんないですよね。岩屋大臣の中国人パスポートの件や、小野寺さんの103万円の壁の出現、水沢税調会長の規則工事120万円委員会の自民党は来年の参院選捨てたのかな。ここに上がっている岩大臣の10年間ビザの問題、小野寺さんの103万円の壁の出現だったりとか、宮沢税調会長が会談をするのをあえてキャンセルして先延ばしにしてるとかっていうのは、多くの日本人は知りません。興味を持ってもいません。政治的なニュースをきちんとフォローしている人って僕の感覚でいくと多分ね 20% いないんですよ。多分 15% くらいじゃないかな。なので多くの人っていうのはそういうことも知らずになんとなく自民党だからっていうので投票するっていう人たちが多いんですよ。都市部の人ってニュースを見るのが当たり前だよね。情報感度高いよねってなるので自民党の支持率下がるんですよ。でも地方はそもそもニュースを見ない。要は全国ニュースを見ない。地方のニュースは見てるんですよ。地方新聞とか。っ
っていうのなので、自民党が何をしてるかってよく知らないと。で、なんとなく全然知らない、聞いたこともないような政党よりも、自民党の方が安心感があるよねというので、とりあえず自民党を入れるっていうのになるので、そんなにダメージないんじゃないかなというのが僕の予想です。新ニーサで1年間に積み立てられる満額である360万を全額積み立てている人が全体の 37% しかいないそうです。今後のことを考えると全額積み立てるべきだと思うんですが、こんなに割合が少ないのはなぜだと思いますか？大きな金額ないので、金額が足りない以外の理由があると考えています。360万円の可処分所得が毎年入るとなると、1000万円ぐらい年収があったとしても、実際手元に残るのって600万ぐらいなんですよね。600万円だとすると、だいたい月に50万ぐらい使ってしまうと、手元に1円も残らんみたいな、ちょっとくらい残るかもしれないですけど、っていうぐらいだったりするんですよ。じゃあ1000万円って東京で、港区でそれなりの会社で働いてますとなると、多分家賃も2、30万してしまって、生活費で飲み会がありますとか、子供の養育費ですとか、受験の費用ですとか、車を買って駐車場代5万円ですとかってなると、結局ね、月にね、やっぱ4、50万かかっちゃうんですよね。ただ結果としてそんなに NISA に360万円も入れられないよねってことになって、NISA に毎年360万円入れられる人って、独身の男性、女性か、もしくは年収が1500万円ぐらいいってる人なんじゃないかなと思うんですよね。なので、そうすると 30% で、確か NISA の口座自体は1400万世帯とかだったか、1400万口座か、2000万いってないか。確か1400万口座とかだったりするので、そのうち 30% っていうことは500万。なので、まあ、そんな感じかなと思いますけども、はい。25歳です。新 NISA 満額と貯金1000万のために期間口となっていて、今貯金800万あります。アホだと思う。はい。貯金800万入れるぐらいだったら、その800万をすでに NISA に入れといた方がいいです。今、1ドル157円とかにもなってると思うんですけど、多分ね、貯金800万になるまでの間に、22歳ぐらいから3年以上かかってると思うんですよね。で、そうすると3年前に全世界投信とか、米ドル系の投資信託的な ETF とかに入れたりとすると、多分 1.5 倍以上になってると思うんですよ。なので、せっかくその NISA 満額入れた方がいいよねって思ってるんだったら、それは貯金じゃなくて NISA に入れてください。ただ今158円まで円安になっちゃったので、今入れると、ひょっとしたら2、3年を損する可能性ありますけども、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。